担当である目白アルダンが目白の掟を破ってしまったがために目白家から追放されそうになるが贖罪の儀式を二人でこなせば取りやめになるとのことなので羊蹄山の目白神社まで赴く目白アルダンとアルトレ。姉様、お待たせしました。来たわね、アルダン。はい。アルダン、そろそろ腕にしがみつくのやめてくれないか？申し訳ありませんトレーナーさん。ですが逃げられては困りますので。逃げるも何も俺は理由も聞かされずに連れてこられたんだけど。それにこうやってトレーナーさんに堂々としがみつけるチャンスを生かさないのはもったいないですし。だからその理由を教えてほしいんだけど。アルダン、しがみつくのはいいけれど静かになさいな。はい。姉様。しがみつくのはいいのか？それで二人とも、なぜ呼ばれたかはわかるわね。はい。俺の話をまるで聞いていない？何回も言ってるけど俺は理由を説明されずにここに連れてこられたんだけど。よろしくてよ。理解は十分なようね。では始めましょう。なんなんだよ。姉としてはこのようなことを伝えるのは心が痛むのだけれど。アルダン、目白の掟を破ってしまったあなたはもう目白の馬娘ではないわ。なんだって？いいんです、トレーナーさん。しかし。私が悪いんです。目白家を追放ってことだろ？そんなバカな話があるか。ラモーヌ、これは何かの間違いだ。君だって知っているだろう？目白アルダンという馬娘がどのような馬娘か。部外者は黙っていなさい。いいや、口を出させてもらう。手は出さないのかしら？私はむしろ望むところですが。アルダン。ドーベルがいたら口に出す。とか言い出してたわね。姉様ったら。とにかく。アルダンはそんな目白家を追放されるような悪いことをするような子じゃないんだ。信仰法制で優しくて穏やかなんだけどそれでいてちょっとお茶目なところがあってそんなところに俺は惚れ込んでいて。まあ。そんなアルダンが目白家追放？俺は認めないぞ。これは目白家の問題なの。部外者は黙っていなさいと言ったはずよ。俺は部外者じゃない、目白アルダンのトレーナーだ。大体おかしいだろ、そんな急に追放だなんて。急ではないわ。掟とは常にそこにあるもの。破った時に初めてその重さを知るだけよ。くそ、俺が何を言おうが無駄か。いいんですトレーナーさん。掟を破った私が悪いんですから。アルダン、聞いてくれ。はい。君が目白で亡くなっても俺の相場であることには変わりない。俺は目白の馬娘だから君に惚れ込んだんじゃない。君だから惚れ込んだんだ。トレーナーさん。もう目白に縛られることはない。俺と一緒に行こう。目白の掟なんか気にするな。ごめんなさい。がー。トレーナーさん、お気持ちはとても嬉しいのですが私はここで逃げ出すわけにはいかないんです。どうして？私は目白アルダンです。その名を背負ってきた以上起きてから目をそらすことはできません。いい心がけね、アルダン。ここで目白チャンス。目白チャンス。そんなしじみチャンスみたいに。誰しも間違いはあるもの。挽回の機会は与えられて叱るべきよ。それには同意だけど。では今回の目白チャンスについて説明するわね。掟だとか追放だとか重々しいこと言ってたのに目白チャンスとかやたら軽くないか？トレーナーさん、感性は人それぞれですから。私はトレーナーさんの考え方も悪くないと思いますよ。その言い方だと俺が少数派みたいだな。羊蹄山にある目白神社に担当トレーナーと一緒に赴き贖罪の儀式を行えば再びアルダンを目白の馬娘として認めるわ。贖罪の儀式だと？ラモーヌ、アルダンに何をさせる気だ？何回も言わせないで、贖罪の儀式よ。そもそも罪状を明らかにしろ。そういうのはいいのよ。なんだと？トレーナーさんのお気持ちは本当に嬉しいのですが私は贖罪をせねばなりません。アルダン。本人がやる気満々なのだから、ね。なんか今のイントネーションおかしくなかったか？気のせいよ。そうか。トレーナーさん、姉様のお話にありましたように贖罪にはトレーナーさんにもご一緒していただきたいんです。なるほど、俺が連れてこられた理由はそれか。はい、トレーナーさんがいなければ贖罪の儀式は成り立ちません。俺はアルダンのトレーナーだ。どこへだって一緒に行くよ。そう、一緒に行くのね。ラモーヌ？なんでもないわ。
ではここに1泊分のお泊まりセットを用意しておいたから持って行きなさいな。それとアルダン。はい、姉様。私おすすめのスケスケなあれが入ってるから夜はそれをちゃんと着ることね。私に着こなせるでしょうか。ふふ。あれを身にまとったアルダンお前に落ちない男などいないわ。よくわからんが随分と用意がいいんだな。可愛い妹のためよ、おかしいかしら？そうか。さっきの言葉はあくまで目白のものとしての言葉で懇親ではアルダンのことを思っていたんだな。アルダンを思っての今日のシチュなのだから。準備ができたのならさっさと行きなさい。日が暮れてしまうわよ。行きましょう、トレーナーさん。ここが羊蹄山。はい、羊蹄山です。確かにここのホテルの名前は羊蹄山だったけど。でも目白神社ってラモーヌは言ってたよね。ホテルに神社なんてあるの？トレーナーさん、そもそも神社とは何でしょうか？神様を祀る場所？はい。肝心なのはその本質です。目に見える姿形ではありません。このホテルの本質は目白の神域。つまりこのホテルこそ神社なのです。そうは言うけどさ。部屋の真ん中に敷かれている布団は？おそらくあの布団は儀式に関わりがあるのでしょう。長時間に及ぶ儀式で体を休める必要があるのかもしれません。何せ目白の食材なのですから。そういうもんかね。ちなみに枕が2つ並んでるのは？儀式の参加者は2名ですからね、当然です。風呂場もある。食材の儀式は神聖なものですからね、身を清めなければなりません。でも浴槽が妙に広いな。2人で入れそうなくらい広い。きっと儀式に必要な広さなのでしょう。入浴剤まで置いてあるよ。ラベルがバラの絵なんだけど。清らかな香りで身を包むためですね。神社にバラの入浴剤を置く？今の時代は令和ですよ。そういうスタイルがあっても自然では？ムーディーな BGM も流れてる。おそらくこの BGM に乗って何かしら舞のような体を動かすことをするのでしょう。時にじっくり。時に激しく。いい香りの香が焚かれているな。なんだろう、落ち着くというより妙に気分がふわっとしてくる香りなんだけど。儀式はメンタルの部分も大事ですから。きっと儀式的な気分にさせてくれるそういうお香なんでしょうね。飲み物も冷蔵庫に入ってるよ。小瓶が2本。目白特製自用ドリンク。飲めということでしょうね。儀式は長く激しく心躍るものになるでしょうから。心躍るってなんかおかしくない？とてもありがたいお心遣いです。早速飲みましょう。一応成分を確認しておきたいかな。トレーナーさん、目白を疑うのですか？効能欄にご縁を結ぶって書いてあるんだけど。講義には神社の効能です。おかしいところはありませんね。あれ？なんだろう。ルームサービスでうな重が届いたんだけど。しかも無料だって。制御体力をつけるためでしょう。勢力って言った？言ってません。まだ言ってません。アルダン。今の音は？どういうこと？鍵がかかって出られなくなってる。まあ。顔は絡める要素ないよね。俺たち閉じ込められたんだよ。食材の儀式が終わるまで外には出られないということでしょう。発売機のゲートは開かれたんです。もう後戻りはできません。やっぱりおかしくないか？気のせいですよ。いや、冷静に考えるとやっぱりおかしいよ。具体的にはどこがですか？仮にこのホテル羊蹄山が神社だとしてだよ。はい。入り口にご休憩って書いてあったよね。身を休め心を静めるのは参拝の基本ですから。宿泊もあったけど。夜を越えて祈りを捧げる方もいますから。やっぱり神社じゃなくてただのホテルなんじゃ。そんなことはありません。1階に社務所もあったじゃないですか。フロントのこと言ってる？このお部屋の入り口にお賽銭箱もありますし。自動生産機って書いてあるけど。風呂場がすりガラスでほんのり見えちゃうのは？儀式には身を清めて臨む必要があります。故に入浴しているかを外からも確認できるようにですね。照明が妙にピンク色なのは？神域に満ちる霊光です。そういう気分になってきますよね。これ完全にただのホテルだろ？まあ、トレーナーさんは信心が足りませんね。
ですが私が身をもって教えてあげますから安心してください。しまった。俺としたことがはめられた。ふふふ。はめるのはトレーナーさんですよ。アルダンが破った目白の掟って結局なんなん。G1 勝ってないとか？ G1 勝つよりもトレを捕まえて人生の勝者になった方が強い。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。